Amazon が NFT に参入します。Amazon の利用者は3億人を超えます。NFT 業界に巨大なインパクトが発生です。ニューヨークがクリプト納税を議論中。ニューヨーク市がクリプト納税を合法化するかも。僕自身、本当冗談抜きで資産 95% ぐらいクリプトにしてるんですね。で、なんでそういう風にするかっていうと、クリプトが世界に浸透している件、最初に2つツイートを説明しますね。で、1つ目のツイートっていうのが Amazon が NFT に参入します。記事によると今年の4月を目安に Amazon 社が NFT 領域に参入するとのこと。現在だと NFT といったら OpenSea が定番であり、利用者は250万人です。しかし Amazon の利用者は3億人を超えます。NFT 業界に巨大なインパクトが発生です。こんな感じのツイートで Amazon がもう NFT に侵入したらもうそれインパクト大きいの皆さんわかるじゃないですか。これが今年の4月に起こりますと。収録時点で2月なんですけど、そこちょっと楽しみですよね。で、続いて2つ目のツイートっていうのが、ニューヨークがクリプト納税を議論中。まだ未確定ですが、ニューヨーク市がクリプト納税を合法化するかもです。記事によると、税金と罰金と利子の支払いにクリプト決済が適用されるかもしれませんと。ビットコインの価格の上下よりもこういった情報が重要だと思っているので共有しますっていう、こんな感じのツイートなんですけど、ここで今2つ Amazon の話とニューヨークの話を説明したんですけど、僕が伝えたいこと何かっていうと、基本的にクリプトのマスアダプションっていうのが世の中に広がることですね。これがすごい起こっていますと。例えば Amazon が NFT に参入しますってなったら NFT って要するに裏側全部クリプトなんですね。で NFT って難しく考える必要なくて、例えばビットコインって2100万枚しか存在しなくて、イーサリアムとかっていうのは数は増えていくんですけど枚数があるじゃないですか。NFT はどういうクリプトかっていうと1枚しかないっていうそういう特徴なんですね。もしくはそのコレクションの場合は例えばその日本だとクリプト忍者とかそういうのが有名だったりするじゃないですか。でそうしたら例えばクリプト忍者の NFT は1万枚しかありません。だから枚数が決まってるものを NFT って言ったりします。だから基本的に裏側の技術一緒だったりするんですよね。全部イーサリアムベースで作られています。だから Amazon 社が NFT に参入するってことは、要するに Amazon 社がクリプト領域に突入してきますっていう、それと一緒なんですね。で、続いて2つ目のニューヨークがクリプト納税を許可する。これどういうことかっていうと、ニューヨーク市っていうのがクリプトを所有する未来になるわけですね。こうなってくると、今すでにもう結構世界中に広まっていってるんですよ。ビットコインで不動産を買えるとか、ビットコインで納税できるとか、そういう地域って広がっていて、そうなると世界中の国とか政府とか州とか市とかっていうのがクリプトを所有するようになるじゃないですか。で、そうなってくると間違いなくこのマスアダプションというか、クリプトが世界に広がっていくじゃないですか。これっていうのがクリプト業界を見ていく上ですごい重要なんじゃないかなと思っています。で、それだけじゃなくて、もう一つツイート紹介しようと思うんですけど、世界のトップブランド100社のうちすでに43社、これがクリプト領域に侵入しましたと。で、クリプト界ではよく時価総額っていうのはこのマーケットキャップって言われたりするんですけど、時価総額が重要だと議論に上がりますが、個人的に思うことは時価総額よりも利用している人の数、これが大切だと思います。僕は以前にツイートしたんですけど、こんな感じでトップブランドがクリプトに参入する。で、そこで NFT とか売っていくわけじゃないですか。そうするとどういうことかっていうと、結局最近だとシャネルとかそういったハイブランド、ティファニーとか、そういう場所が NFT 出したりしてるんですね。で、NFT を売るじゃないですか。で、売るってなった時にクリプトで売りますよね。ってなってくると、シャネルとかティファニーっていう会社が自社でクリプトのウォレットを所有して、で、それで自社でその上場してる会社だったら、それを全部公開しないといけないじゃないですか。売上報告とかしないといけないじゃないですか。だからそういった感じで、より世界にどんどん広まっていくと思うんですよね。だから僕自身はもうクリプトがこれから広がっていくっていうのはもう間違いなく止められないと思うし、ここにチャンスが広がっていくと思うので、僕自身は2020年か、それぐらいに決めたんですけども、クリプトにめちゃくちゃ特化して生きていこうと思っていて、現在もそうしていますと。で、僕自身本当冗談抜きで、以前資産9割をクリプトにしましたって言ったんですけど、最近もうさらに増やしていて、多分リアルに95% ぐらいクリプトにしてるんですね。で、なんでそういう風にするかっていうと、もう銀行よりも圧倒的に使いやすいと。例えば僕みたいに海外に住んでると特にそうなんですけど、以前にブログでも紹介したんですけど、僕のこのブログにスポンサーがつきましたと。で、このスポンサーがオートブロギング AI っていう会社で、創業者の方が、ちょっとどこの国の出身の方かわかんないんですけど、外国人の方なんですね。で、この外国人の方とスポンサーになるときに、基本的にもう全部支払いクリプトです。なんでクリプトにするかっていうと、銀行送金だと本当にもうめんどくさいし、手数料も高いし、遅いしみたいな。例えばじゃあクリプトで送るじゃないですか。クリプトの上にドルっていうのがあるんで、USDC とかって言われたりするんですけど、USD コインっていうのを送れば、本当にもう1、2分で世界中に届くんですね。だからそっちのが全然いいみたいな。そういった背景もあって、僕はもうほぼほぼクリプトで生きているし、そんなところですね。で、それだけじゃなくて、タイの大手銀行ですね。これもクリプトに参入してるんですね。これって結構面白いんですけど、タイの SCB 銀行っていうのがあります。以前に、どっかの記事
記事で読んだんですけど、SCB 銀行ってこれタイで最も古い銀行らしいですね。で、ここがディファイに参入をしましたと。ディファイにコンパウンドっていう、そういうサービスがあるんですけど、そことタッグを組んでやってるんですね。僕今 SCB 銀行、タイに住んでて持ってないんですけど、ちょっと近いうちに開こうと思います。金利もすごい高くて、定期預金っていうか、銀行に預けるだけで 1.5% ぐらい年利ついたりするんですよ。僕ほとんどお金クリプトにしちゃってるんですけど、もう一個の通貨っていうのはバーツを持っておこうと思っていて、僕が持ってるバーツは SCB 銀行に置こうかなっていうふうに思っています。その際にもしかするとクリプトっていうのは銀行を破壊する、そういうふうに考える方もいるかもしれないんですけど、ある意味ではクリプトがあると銀行の役割ってほとんどなくなったりもするんですね。とはいえ僕が思うに、やっぱりその人々が今皆さんお金を使ってるじゃないですか。で、このお金をクリプト世界に持っていく際には、その中間に橋渡しの役割が必要なんですね。で、その橋渡しの役割をする際に、ここで多分銀行が役に立つんじゃないかなと思っていて、例えば僕の場合とかだと、こんな感じで僕自身は今公開のウォレットを持ってるんですね。で、ここに今1500、600万ぐらいか、それぐらいのお金が入ってるんですけど、これはどういうふうにお金を保存してるかっていうと、メタマスクっていうツール、クリプトのウォレットですね。そこにお金を入れて、それで僕自身がパスワードとかを全て保存して、で、パスワードっていうのが12桁の英語の単語なんですけど、その単語っていうのが仮に流出したらこのお金っていうのは一瞬で流出するんですね。こういう話を聞くと皆さん怖いって思うじゃないですか。でも一方で人々がクリプトに参入する際にそこの橋渡し役として銀行がそこに入るじゃないですか。そうなっていくとどうなるかっていうと、僕みたいに自分でガンガンできる人はいいんですけど、怖いって思う人は銀行にその役割をやってもらうみたいな。銀行に例えばメタマスクを作ってもらって、銀行のメタマスクに自分のお金を入れておくみたいな、そういうやり方もできると思うんですね。だから僕の考えというか、クリプト界の人とかも皆さん言ってるんですけど、銀行はそういう立ち回りをするとこれからチャンスをつかめるんじゃないかなみたいな、そういう風な議論っていうのは結構出ていて、で、その議論に乗っ取りながら世界的に速い動きをしているのがタイの SCB 銀行なんですね。だからこのあたりも個人的に結構注目をしています。そんなところですね。クリプトが世界に浸透している件、ちょっとマスアダプションの話をしました。